猟奇殺人を行う犯人が一体何を考えていたのか、あなたには想像できますか？遡ること68年前の1954年9月2日、舞台はハンガリーテレクセント・ミクローシュ。この日、警察に1本の通報が入ります。この町の小さな農場で強盗殺人未遂事件が発生したとのこと。現場に急行した一人の警官はその農場を隅々まで調べ上げるんです。その中で警官は鉄板で蓋をされた井戸を発見。そして何気なくその鉄板を持ち上げ中を覗いた時、なんだこれは。警官が井戸の中に見たもの、それは5人の少女の全裸のフラン死体だったんです。ハンガリーの農場で見つかった5人の少女のフラン死体。一体なぜ少女だけが狙われたのか。そこには常人には理解できない犯人の快楽があったんです。コミさんはコミショですとキセ恋に最近ハマってるよ。ケンちゃんです。鬼滅の刃にドハマりしてます。みんな知ってる？ヤミヤミコです。知ってるだろうよ、大体。知ってんの？あんた鬼滅の刃。鬼がひたすら刃を抜くアニメでしょ。本日ご紹介するのはハンガリーで起きた少女の連続殺人事件についてなんです。ハンガリーってなんか私あのイメージがある。室伏広治が銀メダルだった時に1位の選手がドーピングしてて、世代出てる観光地としても非常に魅力的な土地、ハンガリーなんですけれども。ハンガリーよ。あんたさっきいっぱい餃子食ってたわよ。あんたハンガリーそんな魅力的な国なの？この事件のね、真の犯人は一体誰なのか、その話を紐解いていく前に、まずはある一人の少女の物語を見ていきたいと思います。売春婦の娘。遡ること88年前の1934年1月15日、ハンガリーの小さな町テレクセント・ミクローシュ。事件が発生するおよそ20年前のこの年、一人の少女ピロスカヤンチョウは誕生しました。母親の名前はボルバラ。ボルバラは経済的な理由から売春婦を営んでおり、ピロスカはその客との間にできた子供でした。そんなこともあり、父親はピロスカの存在を否定。売春婦の産んだ赤ん坊の父親が誰かなんざわかるもんか。そうしてピロスカは父親の愛情を受けずに育つことになるんです。そんな辛い家庭環境にありながらも、ピロスカは学校では詩を書き、流暢なロシア語を話すなど優秀な学生でした。貧しい家に生まれながらも一見真面目に育っているピロスカ。そんな彼女は14歳の頃に母と一緒にある仕事をするようになりました。その仕事とは売春。成長してもなお家庭は貧しく、ピロスカは思春期真っ只中の多感な時期に売春婦として働かざるを得なくなったのです。自分から喜んでとかじゃなくて、貧しさゆえに売春しなきゃいけない母と娘って悲劇的な物語な気がする。ただね、そんなピロスカにはちょっと変わった趣味があったんです。ピロスカの他人とは少々変わった趣味、それは人体解剖学の本を読むこと。ピロスカは人体の構造がどうなっているのかに興味を持ち、14歳であるにもかかわらず人体解剖の専門書を読み漁っていたそうなんです。人体解剖学を小さい頃から進んで勉強するってちょっと不気味じゃない？お医者さんになりたかったとかってこと？だったらね、人類のためって感じなんですけど、そうではなかったんです。実はこのピロスカが人体解剖に興味を持った理由、それはピロスカが20歳の時にとある事件がきっかけで判明していくんです。井戸の底の遺体。遡ること68年前の1954年9月2日、テレクセント・ミクローシュの警察署に21歳の女性イストバン・バラシが駆け込みます。助けて、農場に住む女性に首を絞められて殺されかけたの。通報を受けた警官は現場に急行し、農場に住む20歳の女性ピロスカヤンチョウを逮捕。警官は奪われた荷物を探すために農場の捜索を開始すると、間もなくして鉄板で蓋をされた井戸を発見。どうせここにも何もないんだろう。そう思いながら警官は井戸の上に置かれた鉄板をゆっくりと持ち上げ、中を覗き込みました。すると深さ10メートル以上はある井戸の中から何かが自分を見上げていたんです。目を凝らした警察官は驚きのあまり腰を抜かします。警察官を見上げていたもの、それは水と泥にまみれた腐敗した死体。どういうこと？警察ってなんか荷物を探しに来ただけなんじゃない？警察は本当にたまたま偶然荷物を探しに行っただけだったんですけど、偶然見つけてしまったっていうんですよ。
背筋凍りません、うんもう警察官は大慌てで応援を要請。井戸の底にある遺体を警官だけで引き上げるのは困難だったため、地元の消防士にも協力してもらうことに。井戸に降りた消防士はロープを使って慎重に遺体を引き上げます。するとある異変に気がつくんです。おい、この下にもっと遺体があるみたいだぞ。そうなんです。遺体は一つだけではなく複数あることが判明。最終的に引き上げられたのは5人の遺体。遺体の数もさることながら、これらの遺体には奇妙な共通点がありました。それは5人全員が少女であり、服をすべて脱がされ性的暴行がされていたこと。遺体の身元は前年の秋から行方不明になっていた地元の少女たちであることが分かりました。とんでもない大事件になってんじゃないの？少女だけが全裸って。そこがね、この事件の不思議なところですよね。強盗殺人未遂のね、疑いによって尋問を受けたピロスカだったんですけど、うんこの5人の遺体についての尋問もね、受けることになってしまったんです。事件の真実。5人の少女の遺体について尋問を受けたピロスカはこう供述しました。犯行は認めるけど、私は女の子たちをおびき出しただけよ。殺したのは私じゃないわ。そして彼女は複数の男性の名前を共犯者として挙げるんですが、捜査の結果、それは真っ赤な嘘だと判明。再び警察に追及された彼女は別の男性の名前を共犯者として挙げるんですが、これも嘘。またもや警察に追及されたピロスカ。ついに彼女は諦めたかのように肩を落としてこう口にしました。私が殺したの。ピロスカは少女たちを殺害し、さらに性的暴行を加えていたんです。なぜ嘘をついていたんだ。そう問われたピロスカは肩をすくめてこう答えました。恥ずかしかったから。もう思考回路意味不明。も恥ずかしかったってどういうこと？実はこの時のね、ハンガリーっていうのは同性愛が禁じられていたんです。タブーというね、認識があったんでしょうね。そして尋問を続けると、ピロスカのおぞましい性癖が明らかになっていくんです。ピロスカの犯行内容は想像を絶するほどに恐ろしいものでした。最初の犯行は遺体が発見される1年ほど前の1953年10月13日。最初の被害者となった11歳の少女、マリカ・コマロミはフライドポテトを買うために列に並んでいました。ピロスカは彼女に目をつけ声をかけます。フライドポテトが欲しいならうちにいらっしゃい。たくさんあるわよ。実は2人は以前から顔見知りでした。マリカは疑うこともなくピロスカの農場へついていきました。この後、恐ろしいことが彼女を襲うとも知らずに。準備してくるからこの本でも読んで待っててくれる？そう言うとピロスカはマリカにある本を手渡して家の奥へと姿を消した。ありがとう。そう答え、マリカは渡された本に目を落とす。動揺したマリカは思わず渡された本を落としそうになった。ピロスカがマリカに渡したのはポルノ小説。興味がないわけではない。だけどこんなものを子供が読むのは。ピロスカはそんなマリカを影からじっと観察していた。そして息を潜めて動揺するマリカの背後に忍び寄ると、準備していたワイヤーをマリカの首に巻きつけ一気に締め上げた。必死に抵抗するマリカ。やがてマリカは息を引き取った。恐ろしいわね、この女、本当に。なんでポルノ小説をマリカに渡す必要があるわけ？鋭いですね、小宮山さん。久しぶりに褒めるわねって言おうとしたらすぐかもしれない。実は彼女の本当の目的はマリカを殺害することではなかったんです。ピロスカの真の目的、それは自分が殺した少女の遺体で性的欲望を満たすこと。やったわ。これでやっと本で読んだあれを試すことができる。彼女はマリカに渡したポルノ小説のある場面をおもむろに開いてとんでもないことを始めました。まずピロスカはマリカの遺体の服を脱がせました。そして自らも服を脱ぎ全裸に。これだけでも異様な光景なのですが、さらにピロスカはマリカの口の上にまたがったんです。こうやって、そう、彼女は死んだマリカの舌を自分のあそこにこすりつけることで自らの欲望を満たしていたんです。はあ、ポルノ小説は自分の性欲を満たすために参考にしてたってことね。おっしゃる通りです。同様の、手口でピロスカは4人の少女に暴行殺害を繰り返していくんです。5人の少女を殺害し性的な欲望を満たしたピロスカ。中にはほうきの柄を子宮内まで突き刺された少女もいたんです。人体解剖学に興味のあったピロスカは女性の体の中にどれだけの長さのものが入るのか試してみたかったというんです。自分勝手すぎるでしょ。もう人体解剖学ってそのためだったんだ。だがしかしバットなんですよ。ついにね、ピロスカのおぞましい悪行が終わりを迎えることになるんです。
ピロスカは5人の少女の殺害領熟でも飽き足らず6人目のターゲットを探していました。その標的になったのが警察に通報した21歳のイストバン・バラッシ。1954年9月2日、その日イストバンは駅の近くのバーで飲んでいるとピロスカから話しかけられました。偶然共通の趣味があった2人は意気投合。あなたといたら楽しいわ。私の家でもっと話しましょう。もちろんよ。ピロスカの誘いを2つ返事で快諾し、2人はピロスカの農場で飲み直すことに。家に着くと、このブランデー美味しいのよ。飲んでみて。ありがとう。イストバンは酔っていたこともあって、グラスに注がれたブランデーを一気に飲み干しました。そして、それを見て笑みを浮かべるピロスカ。しばらくしてイストバンは強烈な眠気に襲われます。次にイストバンが目覚めた時、なんとピロスカはワイヤーで彼女の首を締め上げていました。イストバンは必死に抵抗。命からがら逃げ出したイストバンは慌てて警察に駆け込みます。助けて！農場に住む女性に首を絞められて殺されかけたの！通報を受けた警察は現場に急行。ピロスカを逮捕。イストバンは荷物を奪われていたので警察は農場の捜索を開始。すると鉄板で覆われた井戸を発見。そう、それこそが冒頭で説明した5人の少女の腐乱遺体があった井戸。一晩ほんと目覚めてよかったわね。にしてもピロスカはザ変態、まさに変態ね。死体自体も愛してた、いわゆる死体愛好家とも言えますし、殺害自体も快楽を目的にね、行っていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、快楽殺人について。快楽殺人とは、殺人自体が快楽で快楽を得るために行う殺人のこと。自分勝手すぎる。殺人だけではなく、遺体の損壊も快楽を得るために行うことがあるんです。ピロスカは殺人行為の後、遺体の局部にほうきを突っ込むなどの領熟行為や遺体との性交、さらに遺体の切断を楽しんでいました。ピロスカにとっては遺体を損壊させるようなそのような行為も快楽の一部だったんです。犯罪者の男女比は男性が多く、女性の殺人犯、しかも猟奇殺人犯は数が少ないんですが、その少ない女性の猟奇殺人犯の中でも本件はさらに珍しい女性による女性に対する快楽殺人なんです。ピロスカが行ったこと自体は最低なんだけど、幸せとかそういう欲望っていうのはそういうことすることでしか満たせなかったんだよね。そうなんです。それがね、彼女が尋問で口にした恥ずかしいっていう言葉とつながっていくんです。ピロスカの裁判。1954年9月29日、ピロスカとその母、ボルバラの裁判が行われました。この事件は遺体を井戸に投げ込むという力の必要な犯罪であったため、一緒に暮らしている母のボルバラも共犯を疑われて逮捕されていたんです。出席したのは被告であるピロスカとボルバラ、裁判官と検事と弁護士、そして被害者の遺族たち。この事件は性的目的で少女たちを殺害し、遺体に領熟を加えるといったあまりにもショッキングな事件であったため、非公開での裁判となりました。裁判の中でボルバラは共犯を否認するとともに、娘であるピロスカがいかに異常であるかを語りました。あの子は何の理由もなく隣にいる兄弟の顔面を殴って楽しむような子だったのよ。私にはとても手に負えなかった。さらに母親からピロスカの異常性を示すエピソードも語られました。それはピロスカが15歳の時のこと。小説で読んだ面白そうな行為を実行したくなったピロスカは下着を脱ぎ捨て6歳の弟にある命令を下しました。なんと彼女は実の弟に自分のあそこを舐めさせたんです。弟トラウマになるよ、もうこれ。やばいお姉ちゃんじゃないの。今回ちょっと家庭環境のせいとかそれだけじゃなさそうじゃない。母ね、ボルバラの証言によって娘であるピロスカがいかに幼少期から異常な性格だったか、異常な行動に出ていたかっていうのがね、判明した後、ついに判決が下されることになったんです。5件の殺人、1件の殺人未遂、5件の詐欺、1件の窃盗。これらの罪状によりピロスカに判決が下りました。その判決は死刑。そしてピロスカの母ボルバラは被害者の衣類の売却などに関与していたと判断され、懲役2年6ヶ月の判決が下りました。ピロスカも結局母親の影響を多分に受けてただろうからね。この結果は当然な感じはするけどね。でもですね、ピロスカにとってこの判決は不満の残るものだったんです。1954年10月14日、ピロスカは判決を不服として控訴。彼女はまだ若い、そして不幸な生い立ちでした。そんな女性に法は寛大であるべきではないでしょうか。弁護士はそう語り、情状酌量を求めました。そしてピロスカはこの裁判でまたもや新たな証言を口にします。自分の犯罪に大きく関与していたのは母ボルバラだったと。
母は私の殺人行為を知っていました。そしてできればいい服を着た女の子を連れてくるように命じました。お金が欲しかったし、性的欲求を満たしたかったので、私は母に従ったんです。さらにボルバラはピロスカに少女たちの手を縛るように指示し、そのための紐を与えたとピロスカは証言。私が殺人行為で稼いだものを浪費したのは母でした。母は私が被害者から奪った現金や服を男やお酒やお菓子に全て費やしてしまったんです。だから私はたくさんの少女を殺す羽目になったんです。彼女は自身の減刑のために必死に裁判官に訴えました。そしてピロスカと母ボルバラに下された判決は死刑。母親が娘に殺人させてたっていうことでしょ。前も嘘ついてて関係ない人を巻き込もうとしてたし、嘘なんじゃないの？まあそうですよね。メトラのね、皆さんはね、一体どっちが本当のことだと思いますか？一度は死刑を宣告された母ボルバラでしたが、証拠不十分として死刑から終身刑に減刑。しかし自らの快楽のままに少女たちを殺し犯したピロスカの死刑判決は覆ることはありませんでした。1954年、ピロスカは絞首刑に処せられ、母ボルバラは1960年代後半に刑務所内で病死。彼女が犯した殺人や遺体の領熟はその生育環境を考慮に入れたとしても決して許されることのない残酷で異常なものなんです。しかし彼女が育った環境はあまりにも悲惨なもので、彼女の精神に与えた影響は計り知れません。彼女が求めた快楽もまたそんな環境から生じたものなのかもしれません。